皆さんこんばんは。人間パワースポット、アキラのスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、意外に多い、知らないうちに生き量に取り憑かれている人の特徴3選ということでお話ししていきたいと思います。生き量っていうのはですね、知らないうちに飛んできて、影響を与えていたりすることがあるんですね。で、その症状っていうのは、僕らが、霊感のある人が感じたりすることはできるんですけども、そうじゃない人っていうのは、よーく見てると、来てるかもっていうのが分かったりするんですね。そういうふうに分かると対処することもできますので、今日はどんなことになるのか、皆さんにお話ししていきたいと思います。このチャンネルではいつもスピリチュアルをもっともっと理解して自分の直感力を高めて、人生にミラクルを引き寄せる、そんなコツが分かるようになってますので、興味ある方は最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、この生き量っていうのはね、皆さんよく聞くと思いますが、この生きている人のですね、思い、念と言われるものとかが、やっぱり僕たちに飛んでいったり、いろんなところに飛んでるわけなんですね。で、それがですね、僕に向けられてくるっていうこともあるわけです。で、それが、影響を与えてですね、いろんな体に症状が出たり、または自分の周りの出来事を起こしてしまったりっていうことが起こったりするんですね。でこの生き量の中には、怖いイメージがありますけれども、良いものも悪いものもあるわけですよ。例えば良いものはどんなものかっていうと、アキラさん好きとか言って僕のことをよく思ってくれてる人、応援しようとしてくれてる人、やっぱりそういう人の思いも一緒に飛んでくるわけなんですね。で、そういう人っていうのはさ、僕を悪さしようとか、邪魔しようとか、そんな感じではないので、そういうトラブルを起こしたりとかっていうことにはならないんですけども、たまにね、誰かのことがすごい好きでって言って、すごく暗く好きになる人とかいるじゃないですか。そういう人の思いが飛んでくると、ちょっと重たいなっていうのは感じるかもしれないんですけども、基本的にそういう誰かが好きとかね、誰かのファンですとかっていうものはいいエネルギーとして飛んできてるわけです。反対にですね、悪いものっていうのは、例えば、こんちくしゃーとか、まさに呪ってやろうみたいな感じの思いを持っちゃうことって人間だからありますよね。で、そういう人っていうのはさ、別に本当にね、わら人形をつけてそいつを呪い殺してやろうとかっていうのはまた別ですけども、全然その時、ムカついたって感じで思っちゃうことってあるでしょう。でもそういうものもきっちり飛んでいったりするわけなんですね。そしてその人に影響していったりっていうこともあるわけです。本当にもうちょっと思っただけで飛んじゃうので簡単に飛んじゃうっていうことがあるわけなんですね。で、自分がもし何かね、アキラの野郎って言って思われて飛んでくることもありますし、またこの生き量っていうのはエネルギーなので、例えばどっかの場所でね、どっかの会議室ですごく怒ってる人がいてですね、お前は何やーとか言って怒鳴ってたりすることがあったりするとします。で、その人がもういなくなっちゃったんだけども、その思いみたいなのがそこに残っていてですね、そこにバーンって何もなく僕が行っちゃって、用事があって行ったらですね、うわ、何これみたいな、知らないうちにそのエネルギーが僕の体のエネルギーにこびりついてしまうというかね、そういうようなこともあったりしてですね、そういう時にやっぱりいろんな症状が出てきたりするものなんですね。で、こういうものっていうのはですね、来てるなと思ったら気づいて、ちゃんと浄化すれば全然怖がる必要もないですし、問題も、止めることができますのでね、ぜひ今日は皆さんに知っていただきたいなと思うわけでございます。ということで今日は意外に知らないうちにですね、生き量に取り憑かれている人の特徴3選3つご紹介していきたいと思います。まず1つ目。1つ目は、体が重いという症状ですね。これね、すごくね、とても微妙に重くなっているので分かりにくいんですけども、でもやっぱり意識を向けてみたりすると分かりやすいんですね。例えばですね、朝起きて、すごく疲れてもないし、これといったこともしてないのに、朝起きた時、体がだるいなとか、体が重いなっていうことってありませんか？そしてこれが、前の日にすごく飲んだとか、何かやったとかっていうのがあったわけでもないのに、起きるの辛いなっていうような時ってあるんですよ。こういうものが続く時っていうのは、意外とこの生き量が飛んできたり、生き量に触れてしまったっていうことがあったりするわけなんですね。はい。ですから、こういう時っていうのはね、後ほど、
ご紹介するようなですね、簡単にできる浄化なんかをしてみてください。そうするとですね、今なんか軽くなったとか、なんか視界がね、クリアになるというか、明るくなるようなことになったりしてですね、なんか悪いものついてたんだなっていうふうに、気づく時があるんですよ。はい。ですからそういうふうにですね、意識を向けていただくとわかりやすくなるということですね。で、友達とかですね、そういう人の思いがやっぱりこうやって飛んでくることもあるわけですよ。はい。だから、なんか飛んできてるなと思ったら、その人と距離を空けるとかね。そういうようなことをやっても、この悪い、エネルギーみたいなのが断ち切ることもできますので、はい。ぜひ、この体が重い時っていうのを意識していただきたいなと思います。そして二つ目。二つ目ですね。自分にないキャラが出てくるってことです。これね、ありませんか、たまに。本当よく観察してるとわかるんですけども、よくあるのはですね、すごく悪いね、生き量みたいなのがこう飛んできたとします。そうすると、またはその場にいた、エネルギーに触れてしまったとします。そうすると何が起こってしまうかというとですね、そのエネルギーを持ってた生き量、人のですね、癖とか、または、性格なんかが映ったりするようなことがあるんです。だから急にね、なんか、自分のキャラじゃない、自分の性格じゃないのに急にこうしたくなったっていうことってありません？例えば甘いのがあんまり好きじゃないのに急に甘いものがすごく食べたくなるとかね。それとか、なんかサッカーとかあんまり興味なかったのになんか知らないけど急に気になってずっとニュースを見始めるとか、そういうようなことが実は起こったりしてるわけなんですね。はい。数字とか嫌いなのになんか数字に細かくなっていくとか、そういうようなこともあったりするわけです。はい。こういうものっていうのはですね、そういう生き量のエネルギーを受けて影響されてですね、その元々の生きてる人の性格とかが映っていたりするっていうことがあるわけなんですね。はい。だから、最近なんで急にこんなことを思うんだろうとか、急になんか知らないけど、不安になるとか、なんかムラムラじゃない。ムラムラもあるかもしれないですね。ムカつく、ムカでした。すいません。そのことばかり考えてるから。ムカするということがあったり。ね、なんか、全然自分怒りっぽくないのに、なんか何か怒ってるわけでもないのに、なんか、ムカするとかね。そういうようなことが起こったりするわけです。こういう時っていうのは、ちょっとそういうことが起こっての生き量がね、影響してるのかなっていうことでですね、浄化をしておくといいということですね。そして三つ目。三つ目は、同じようなトラブルが続くこともあるっていうことですね。これも結構実際に起こったりしてるわけなんですが、例えば、付き合っていたお二人がですね、彼がちょっとなんか裏切ったりとかして別れたとします。そして彼女がもうあんたねーとか言って、もうお前なんか幸せになるなーみたいな感じでその時思っちゃったりすると、やっぱその生き量というものが飛んでですね、彼の、その後のですね、お付き合いとかを邪魔したりするというものに繋がったりするわけです。そうすると彼に何が起こるかというと、その後、新しい人に出会ってもですね、なんか知らないけど、うまくいかない。なんでだろうっていうようなことが続いたりするわけで、こういうことってあると思うんですね。こういう時っていうのは本当にその生き量のですね、思い、ね、がすごく邪魔していたりするということが起こったりするわけです。はい。これがビジネスとかの、仲間がちょっと生き量を飛ばしてきたりすると、なんかビジネスがうまくいかないなということにもつながったりするわけなんですね。もちろん、こういうトラブルが続く時っていうのは全てが生き量ではないですよ。自分のエネルギーが悪くなってるとか、そういうようないろんなことがあるんですが、生き量もその一つの原因になってるかもしれないということですね。はい。ですからそういうふうにですね、やっぱりトラブルが続く時、なんか誰かにお払いしてもらえとかそういうものではなくって、簡単な浄化とかをしてみるといいということですね。こういう時、体が重くなってるとか、自分にないキャラがね、入ってきてるなんだろうって思うような時とか、同じトラブルがなんでか知らないけど続く時、こういう時っていうのはですね、簡単な浄化をしてみてください。その浄化の方法っていうのは、おすすめなのはですね、例えば近くにある大きな神社ですね、ちゃんとなんか結界張ってそうな、ちゃんとやってそうな人がたくさん来てるような、そういうところっていうのはすごくいいエネルギー、鳥居の中に入るとですね、すごくいいエネルギーを放っていたりするので、
そういうところに行ってみるっていうのもいいでしょうし、または運動するとか、サウナに入る。そういうような感じで汗をかくっていうのもすごくいいですしね。またはちょっと、重いな、なかなかそれで取れないなと思うときは、お風呂にですね、塩を入れて塩風呂っていうのに浸かるっていうのでもいいと思うんですね。こういうようなことをぜひやっていただいてですね、そういうことをやると、なんかちょっとエネルギー変わったなとか、体が軽くなったなとか、いうことがあるんです。はい。そういう時はですね、すいません、うちの犬が吠えちゃった。はい。そういう時っていうのは、取れたんだっていうことがわかるので、この感覚ですね、これが分かってると、またなんか来てるかもっていうようなことがわかるので、そういう時はまた軽く浄化をしていただければいいかなと思います。このように、この番組ではスピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。そして、じゃーん、僕のですね、無料メルマガ5日間でオーラを見る方法伝授というのがあります。5日間、1日、毎日メールが来てですね、オーラを見る方法がわかる動画とかも来るんですが、オーラが見えるようになると本当に、スピリチュアルってそこにあるんだっていう感じでですね、考え方が大きく変わるので、ぜひスピリチュアルに興味ある方はですね、このメルマガトライしてみていただきたいなと思います。詳しくは概要欄をご覧ください。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラブ届いたかな。それではまたお会いしましょう。さよなら。